歴太郎とリキです。ドラマのような展開を見せておりますアメリカ大統領選を占ってみたいと思っております。トランプさんもここに来て、もうどうなんでしょうね、2度目の爆上と言っていいような、状況になってる。でバイデンさん自身も、盛り上がってるって言い方おかしいけど、結構変な状況ではあったんですよね。でそこに来て、トランプさんがとんでもないことになっているっていうね、今年の、年末には、勝敗が決まるわけだけれども、ちょっと大統領選、そしてトランプさんをちょっと占っていきたいなと思います。トランプ氏、寄宿金曜日の方ですね。強いんですね、やっぱりね。そしてきらびやかです。意外にと言ったら失礼かもしれませんが、ロマンティックな方かなっていう印象がありますね。メーリが女門夫妻当たってらっしゃる方ですね。そしてね、本命球が何の球持ってらっしゃるんです。トランプさんなんだかんだ言ってでグローバルエリートたちがやる政治の世界の中では非常に地に足がついてる感覚を持っている庶民的な方なんで、そうなのかもしれない。だから結構って言い方失礼だけど、だからロマンティックな方なのかなっていう印象がありました。で今年はね、あまり良くないのかな。一応検問当たってるんですが、産区の海宿、そしてケイト星ですね、検問同木位が当たってらっしゃいます。で今回、信じられない劇的なねかわし方をされてるわけだよね。もう本当に一つ間違えば、一つっていうかもう本当数ミリ違えばトランプさんもうこの世にいなかったところをかわしていらっしゃるんですよね。劇的なですぐそれを逆張りの発想で発想の転換して状況を自分の味方につけるパフォーマンスに持ってかれたっていうね。でこの検問同木院なんですが、この検問なんですけれども、波紋から一番遠い時期に当たってるんですね。でトランプさん波紋加害なんですがやはり人から妬まれるといったようなで、岸宿ご自身の看板を掲げて生きてる、上りを上げて生きてる、プラスきらびやかな金星の影響を持ってらっしゃいますので、やっぱり人の恨みというかね、妬みそねみっていうものを買うような人だよっていうのが出てるんですよね。でその波紋加害から最も今遠い時期にあるんですね。で検問同木位で、この検問同木位も非常に微妙な要素なんですが、本当に良い点で言えば自分の運命に付き従う、自分の運命を強化するっていうエネジーを持っている。だから悪く言えばこの同木位っていうのは同木位自体はあまり良い要素ではないんですが、その悪い部分っていうのを強めちゃうよっていう、そういう見方もできるんですけどね。だけど今回の一見を見ると、やっぱり波紋加害っていう悪い要素、人からの妬みそねみとかね、この突発的な事故、不条理な、大統領選出てトランプさんの場合、完全に不条理とは言えないけど、政治やってる以上しょうがない部分はあるかもしれないけれども、突発的なアクシデントが起こってしまうよっていう力からは最も今遠いところにあるので、そういう意味では間一髪でかわされたのかなっていう気がします。ただ今年はあまり良くない、っていうのが見えますね。3区の回ケイト星が当たってらっしゃいます。
そしてね、バイデンさんとの相性なんですが、バイデンさんも結構強い方なんですね。医宿の金曜日、金が同じですね。金星の影響を受けてらっしゃいます。お互いにきらびやかだ、要素っていうのを持ってらっしゃいますね。でね、関係性が面白いんだけどね、豪とタイの影響ですね。この場合はね、ちょっとこんがらがっちゃうんだけど、バイデンさんがトランプさんに尽くすというような形になるのかな。トランプさんにちょっと分があるって。さて、それではタロットで見てまいりましょう。愛の要素強しだね。そんなキングのようにね選ぶってるわけじゃない。やっぱり挑戦者として立ち回ってるっていうのがすごく強く出てるし、まあね、かつての敗北みたいなものもすごく効いてますよね。いろいろね、こうその不正があったんじゃないかっていう選挙のね、出来レースじゃないのかっていうような、そういう問題も感じますし、ただやっぱ感じるのね、愛のパワーが非常に強いなっていうのは感じますよね。今回やっぱり一人の人としてトランプさん結構やっぱ考えることが多かったよっていうのが出てますね。不安だっていう力がすごく効いている。でそれを踏まえてやっぱり愛の力を築いたよっていうのが見えます。キングっていうのが一つも出てないからね。ナイトが2つ、カップとソードが出てて、このどうだろうね、トゥーオブカップスっていうのがね来てるけど、ちょうど今年はね検問動物医なんですが、来年からか産区の会ということで、もう27年の1サイクルを終えようとしてるんですね。ご自身の命理に向かおうとしてるんですね。新しい27年1サイクルを迎えようとしている。でトランプさんの命理っていうのはジョモン夫妻なんですよ。だから流れ的にもやっぱりご自身のこう愛する人、愛に意識が向かっていくっていうのを感じますよね。奥さんとラブラブ、愛人ってことはないだろうから、今この状況で選挙的に見ても良いカードなんでね、トゥーオブカップス。ちょっとだけど随分不安になってるかもしれないね、トランプさんね。選挙以上の何かに気づいた、愛に気づいたって言ったとか。ただ選挙っていうことで見てもトランプさんに分があるのかなっていう気がします。今だけどバイデンさんのあの状況でバイデンさん勝ったらそれはそれで怖いしね、アメリカ本当にどこ行っちゃうんだろうみたいな、いよいよもう中国に任される時が黄色人種に白人が負けちゃう時が来るんじゃないかっていうね。それはそれでやっぱりバイデンさんが勝ったらちょっとおかしい気もするからね。選挙もおそらく良い方向へ、トランプさんにとって良い方向へ向かうし、やっぱり今すごく、不安を感じて、だけど新たな気づき、愛に対する
こう愛の価値っていうものをすごく強烈に気づいているよっていうのが出てますね。トランプさんらしからぬって言ったら失礼ですけど、ホロスコープ見ますとね、非常にロマンティックな方なんで、こんなスプレッド出ました。皆さんいかがお感じになりますでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。レッキータロットリッキーでした。それではまた。バイバイ。